その私が読能するときにどういうことをしてるのかということっていうのは、私がやる場合の読能だから、これは人がやる場合の読能であって、あなたがやる場合の読能は自分で開発するんじゃないわけだから、それに必要なのは反射さえ分かれば、そして質問することによって反応するんだということが分かれば、あとはどんどん自分で作ってほしいって考えたんですよ。なのにできないっていうことが分かってきたんで、なんでって考えた時に、その中身が、私が20種類ぐらいのことをやってるんですよ。その読能の中身が、これは多分みんなできないだろうという、それは特殊な言い方をしてきてることで掴んだものがいくつもあるんですよ。一番初めではないけども、結構早い段階で出てくるのは MRI ですよ。結局ドームに入るわけでしょ。入って頭からこう輪切りでこう出てくるでしょ。全く同じこと。それをその人の頭から足に向かって、そして下から上に、そして左から右に、右から左に、前から後ろに、後ろから前に、ほとんど同時にわーっと読んでいきます。読んでいって、そのポイントっていうのは、その人が何を求めてるかということの上でやるんですけど、そういうと、じゃあ病気に対しての治療ですかという質問が出るんで、その前にやるのは、なんでその人が私の前にいるのか、その前になんで私がその前に立たなきゃいけないのかというのがあるわけですよ。それを全部やってくることで、その人の前に今立てて、それでその人が今求めていることは、多くの場合に病気症状のことを言ってますよ、肉体のことを言ってますよ。それに対して向かい合った時に、じゃあどういう質問をするかは、だからその人のパーソナリティですよ。私の場合にはそれをどうするかというと、その人の元からのつながりの中において、それがどうなっているかという問いかけをするわけですよ。いろんな人はそれを医学的に見るわけですよ。だから全然違うことをしてるわけですよ。だから結果が出ないわけですよ。私はまずその人の存在の意味があるのかどうかというのを見たときに、存在の意味がないっていう人がいるんですよ。そんなこと出てきたらどうするわけ？存在の意味がないってどういうこと？どういうことってなるでしょ。聞いてみたらそう言うんですよ。そういう質問するんですよ。本当に困ってよくしてほしいっていう中で、そもそもこの人存在する意味あるわけないんですよ。なんで？で最初にぶつかったんですよ。存在の意味がないってどういうこと？それは情報が入ってないという意味です。その人が地球に届いている情報っていうのは、地球が存在しているのは、地球が存在するエネルギーが届いているからですよ。要するにそれを揺らげていってます。だから地球が存在している。その地球に生まれ、我々は今生きている。つまり地球に届いている存在するエネルギーが、この地球に自分の重力を支持することで足から入ってくるんですよ。これを支持骨といって、支持骨から入ってくるものを揺らぎていってるんです。地球に届いているものを私はエネルギーと言わないで揺らぎていってるんです。でこの揺らぎは全く何もないところに突然あるものが出現した時、それが揺らぎの最初です。これがどんどん広がっていって、どんどん広がっていって宇宙ができたんです。その中で地球もできたんです。だから地球に揺らぎが届いてるんです。そこに我々が生物が生まれてきて、そして我々も誕生して地球で生きてる。どんな人だって地球で浮いていくことができないんですよ。どうしても重力を支持します。地球はそういう星です。重力があります。どんな人だって重力をかけます。そして地球の重力、火星の重力があります。地球の重力があります。地球の重力の上でその人に入っていく情報があるんです。ところがその人が他の人と違って重力が他の人よりも軽い人がいるんですよ。これを浮くって言います。浮いてる人はその重力、その揺らぎが入ってこない揺らぎがあるんです。みんなには入っていくのに、だから共通な脳の情報があるのに、その人にはそれがないんです。浮いてるから。だから重力を支持してないから入ってこない。あるいは沈んでることで入ってこない。だからその人に重力する揺らぎが入ってこないことで、どういう言い方をするかというと、自分を見失っているというんです。それを浮き沈みというんです。別の言い方は打つというんです。そうというんです。あるいはそれ以外の言い方、ADHD って言ったりいろんな言い方してます。もういろんな言い方してますけども、それはほとんどの場合に浮き沈みです。このレベルが1から10まであります。浮きも沈みも。それがいろんな複雑になって、いろんなそういう疾患の中にそれが入り込んでます。
いろんなそういう精神的な障害とかっていうのは精神的な障害じゃなくて揺らぎが入ってきて、それが脳に至るその揺らぎが自分そのものですから、それが元の情報ですから、だから存在する理由意味必要があるわけですよ。その中で地球で生まれてこの社会で生きていく中でいろんなものと出会うことで、この国でこの自分の時間の中でこの生きてきたこの自分の成長の中でどう生きていったらいいかということを、その入ってくる揺らぎと同時にそれがぶつかってその時その時の対応ができることなんですよ。これがうまくいかない人はだから揺らぎが入ってきてないんです。病気でも何でもないです。揺らぎが入ってきてないんです。だからそこを調整してあげる。特にシールですよ。私はこういうロケットしてますけど、シールで重力を正常にする。先ほどもありました。先ほども沈んでる人と浮いてる人がいましたね。分かりますよ。歩いてて手つないだらどうですかって、ものすごく軽くなった気がします。もう沈んでましたから、もうそういうなってもう本人たち分かります。だからそうなると突然に今までの状態が変わります。むくんでる状態とかいろんな状態が消えるんです。だからいろんな症状は揺らぎが入ってないということを知らせるためのサインだと言ってるんです。手が抜けるのもね、いろんな症状もだから揺らぎが入ってきてないというサインです。だから揺らぎを正常にその人に届けることができればいろんな症状は消えます。でもその指示骨は浮いたり沈んだりすると調整のしようがないです。浮き沈みは私は手出しようがないです。それも脳の中にあります。その人の脳とこの地球との関係です。その中で起こります。自分の存在の意味、理由必要です。それをどこまで自分が求めるかです。それが希薄になる。届かないことで希薄になる。浮くこと沈むことで希薄になるというのもあれば、そこが希薄だから浮くというのもあるんですよ。両方であるんです。そういうふうに見失うんですよ。だから人の役に立つことをしたい。求めることに対して答えてあげたい。やりがい、生きがい、人の協力、それのプロです。それを世界で